はい、This is へようこそ。これ新米が届きまして、お米会の時に紹介させていただいた西田農園さんからこんなメッセージも添えてお米いただきました。これ嬉しいんだけどあれだよね。お土産にお守りをもらっちゃったみたいな。捨てるに捨てられないありがたい困ったものっていう。でさてお米ちょっとね今炊いたところなので、これがねすごいんですよ。新米って僕の知識だと乾燥が進んでないから普段より水を少なめに炊くというやり方、ちょっとね若干ね皆さんもそれやってらっしゃると思うんだけど、これ違うのもうねもういきなりこの新米からしてガッツあふれるすごいよこれ。今回はお米会ではなくてギター会です。ですね、今まで何回かギター関係の動画作ってきたし、クラシックギターの動画も作ってきたんですけど、今回はズバリおすすめクラシックギター初級編、中級編、上級編概要ということで語らせていただこうと思います。クラゲを進める動画はあった。値段による音の違いも動画としてあった。でじゃあ今から始める私は何を買えばいいんですか、実習さんというね、その疑問に何も答えてないじゃないかお前なんか米なんか食ってバラバラじゃねえんじゃないかっていう。というわけで今回もねちょっとねどこまで語れるか分かんないんだけど、ちょっとやってみましょう。まずですね、見た目のいいものは高いというね、これは嘘です嘘ですが、でも基本いいものは高いっていうのはね、もうちょっとクラシックギターはしょうがねえっすよ。やっぱね安いとね音がボコボコで、しかも弾きにくいってなっちゃう。もうそれはある程度仕方がない。でそこをねちゃんと澄んだナイロン弦みたいな音が出て、しかも弾きやすいっていうギターを求めると、それはやっぱりねいい値段しちゃうんだわ。これは仕方がないです。ただじゃあこの入門編としてね、じゃあ諦めればいいのか、妥協なのかそれはっていう、そうでもないということをちょっと語らせてください。というのはねクラシックギターってそもそも自分で原稿とか調整できるし、調整するわけですよ。やってねこれやんないとうまくならないからね。なので自分でサドル削って原稿を下げて、そうすると下げすぎてなんか音がビビるようになっちゃって、やべ下げすぎたってまた紙を刺して上げたりって、こう調整をする、そのね実験がね過程が大切だと思うんですよね、私は。で弦も張り替える時にさ失敗してさピッてなんか傷つけたりさ、あとなんか大概はやるんだけど、こう立てかけといて倒してボーン、今の大丈夫、ギター大丈夫とかなるんですよ。だからねぶつけたり倒したり傷つけたりっていう、ギターを所有することに慣れてない間はどうしてもそういうことがあるので、そこはねいきなり高いものいいものじゃなくて安いものをしばらく持って慣れましょうと。その過程って結構ね大切だと思います。1年ぐらいはやっぱり安ギターでいろいろやってみたらいい。なんならもうぶつけて穴開けてもいいという前提でね使う。でそういうギターだったらケースも安いハードの重いやつじゃなくてこうふかふかの安いやつで持っていけるし、それで持ってって練習して全然重さも気にならないし、だからね安いギターには安いギターなりの意味があるので、そこはねちょっとまずそこから入るのはおすすめしたいですね。ただねその楽器をどこで買えばいいか問題っていうのは意外に実は深刻で、実際に自分が安いギターってどういうもんだろうって店を歩いてみるとないんですよ。はいまずですね、一般の楽器屋さん、エレキギターやアコギやピアノや置いてある楽器屋さんにそんなに
入門用のギターがたくさん置いてあるわけじゃない。まあ大体あればあるですけどね、あればあるけど、まあヤマハとアリアとなんとかとって 2,3 本ある程度だったりね、選択肢もない。じゃあクラシックギターの専門店行けばいいとかって思う思うよね。ところがだよクラシックギターの専門店っていうのは高い楽器ばっかりならんのって入門用のギターとかあんまり置いてねえんだよこれがね、じゃあどこで買えばいいのって話ですよ。だからまあそのお店で買ってもいいけど、お店である程度目星をつけてネットで買うっていうのが妥当なところじゃないかなと思います、正直まあその安いギターを店で買ったからって店の人もそんなに儲かるわけじゃないし、いいかもしないしまあね、その先の話なんですよね、お店が儲けるっていうのはね。まあでも始めていただくっていうのはすごい大切なことで、それはまあいいことなんですけど、で具体的に楽器どうよって一動画でヤマハの音を聞いていただきましたけど、僕が知る限りはまあヤマハは悪くないけど、意外にいいなと思ったのはアリアっていうブランド、アリアのギター良かったっす。あれただね、アリアっていうのはギターを製作している会社じゃなくて、新井貿易さんっていう貿易会社がやってるとこなんです。だから自社製作をしているわけではなくて、自分で製作家とか工場を抱えているわけではなくて、あちこちのね、中国とかアジアとかインドネシアとか、そういうあちこちのいい感じのやつを契約して自分でラベル貼ってっていう売り方をしてらっしゃるところだと思うので、まあこれはクラシックギターに限らず新井貿易さんはギターとかもやってるんだけど、だからね、一概にいいアリアだから安心とはちょっと言いにくいんですよね。なんか変化が激しい、前あったやつがなくなるし、ということもあるし、品質もどんどん変わってくる。良くなるならいいんだけど、多分良くなるという期待を込めて一応アリアをお勧めさせていただくけど、保証の限りではないです。ちょっとそれはご自分で確認して買っていただく方がいいと思います。あとアリアの注意点としてね、ショートスケールのバリエーションがなぜかやたら多いんですよ。クラスギターっていうのは普通弦長が 650mm が標準です。でこれより長いやつか短いやつが多少あるけど、まあ普通は 650mm のものが一番多くて、でちょっと手の小さい人とか女性用にあと 10mm とか 20mm 短いやつ640とか630のギターっていうのもまあありっちゃありです。でもね、新井貿易さんこれなんかね、短いのが480とかね、結構ある。610のスケールとかね、結構ある。これはまあ短くってこれでもう生涯この長さでこのギター楽しむ人にはまあこれでありです。持ち運びしやすいし、でギターの弦長が短いっていうことはどういうことかっていうと、例えばミの音を出すのにこれだけの長さが必要だとする。それにプラス1センチ違うとするじゃないですか。で同じ弦なんですよ。弦は同じ弦を張って同じ音程を出すときに長さがこれだけ違うと、それだけ長い方が弦を引っ張らないと同じ音出ないじゃないですか。だから1センチの違いでも、まあ、指のこの感覚はそんなに違わなくても、その分弦が緩くなるんでね、巻き上げが弱くても同じ音程の高さの音が出るので、弾いた感じは随分違いますね。630だと別の楽器っていうぐらい、2センチ違うだけでもね、別の楽器っていうぐらい楽になるっす。だからまあどうしても手が開かないとか手の大きさっていうのは人間変えられないんで、640、630でやるっていうのもまあありっちゃありなんだけど、ただ上級グレードを選ぼうとした時にそのギターがあるかっていう話なんですよね。なくはないですよ。制作家によっては630作ってる制作家もいるっちゃいるんだけど、ただ世界にある高級ギターの中で630っ
っていう前提で探そうとすると多分100分の1ぐらいにいきなり狭まってしまうと思います。だから可能だったら650で始めて慣れていった方がいいかなっていうのはありますけどね。とりあえずですね、あんまり480とか短すぎるギター始めてもちょっと全然次が続かなくなっちゃうんで、そこはちょっと気をつけてアリアを選ぶときはチェックしてください。ちょっと分かりにくい表記なんでね、型番 A の20の48、最後のね48、なんとかの48って最後になんかついてるやつはこれは長さが短いやつですね。ついてなければ普通のやつですけどね。ということでいよいよギターも始めてある程度曲が弾けるようになってきて、さて中級編として次のステップはどこかっていう考えた時に皆さんどう思われますか？いきなり100万は無理だ。でも2、30万のいい楽器を新作で手に入れよう、買っちゃおうかなっていうふうに普通ね、そういうふうに考えますよね。でもね、これがね個人的におすすめできない NG というのは結局ね、ギターって原価高いんですよ。というのは裏側がいろんな部品があって調整しなきゃいけなくて、真面目に本当の制作家がきちんと作ろうとすると、例えばオーストラリアのスモールマンとか年間12本月に1本ペースみたいな感じで完成させていくのが手作りの世界。それより多い人少ない人は若干いるにしても、月に1本だとしましょうよ。で原価はね、板も今すごく値段が上がってるし、糸巻きもオーストラリアにイギリスのロジャースとか本当の高級品を使うとすると10万円ぐらい糸巻きだけでしちゃう。うちについてるのも糸巻きだけで5万円ぐらいのやつなんで、そういう素材を揃えようとすると、例えば15万の原価がかかっちゃった。でその制作家としては健康保険も住宅手当もボーナスもないわけですから、それだけで生活するので、そこに35万毎月収入を得たい。だから15万の材料費に35万の価格を上乗せして卸価格が50万になっちゃうでしょ。もうそれでそれが流通して店舗の提示された店舗の売り上げもついてっていう、だいたい原価に倍掛けして消費者に届けようとすると100万円になっちゃうじゃないですか。だからね、どうしても手作りでちゃんとしようとするとそれ相応の値段になっちゃうっていうのはあるわけですよ。でそれをあえて30万円で高級品ってやろうとすると、結局ね、僕が知る限り材料はいいんです。板はいいんだけど、細かい爪この板のこういう特質を生かしてみたいな手作りの調整はやってる暇はない。だからそこは設計図通りきちんと作る工業製品っていうイメージですな。だからね、材料が良くてもなんかしっくりこないんですよ、弾いてて。無理くり寸法だけ合わせてあるみたいな。それでも音は悪くいいから、例えばねエレキのギタリストの人がライブでクラシックギターの音色を一曲使いたいっていう時に、即戦力でねいい音の楽器を欲しいという時にはそれはそれでいいと思います。ただしっくりこない感はね自分の成長に影響すると思う。このギターを使って自分上手くなりたいわけじゃないですか。その時にねしっくりこないギターを使ってると上手くならないっすよね。ここがね本当のハンドメイドのギターとの大きな違いで、さあでじゃあそうだね。したら何を買えばいいかっていうと、おすすめは中古の国産ハンドメイド10万円20万円ぐらいがよろしいかと。例えばカードの昔の20万ぐらいで手に入れてって、この間ギター教室の人に見せてもらったけど、いいギターでしたよね。弾きやすくてそういう意味でアンサンブルは全然あり。だからただね、その国産中古を
ネットで買うのはあまりにも危険。クラシックギターはね、そんな甘い世界じゃない。いろいろ壊れやすいし、例えば表身は傷がついてません。ノークレーム、ノーリターンでお願いしますって届けられたギターが、実は内側の力木が払われていて全然音が出ないとかね。そういうの普通にある世界なんで、やっぱそこはね、中古を買うなら、一回お店を、現物をプロの人が見たお店で買った方が、いいと思います。多分お店で買えばお店のマージンがついちゃうけど、その価値は十分あると思うので、お店でいい感じの安めのものを、古くてもね、だからたとえ表目傷ついててもそんな音には関係ないんだけど、内側がやられちゃってると本当にアウトなんで、そこを傷だらけでもいいからちゃんと音が出るやつって感じで選べば、割と安い値段でまっとうなギターっていうのは手に入ると思います。この辺でとりあえず活動できれば中級編かなっていう感じですね。アンサンブルとかもできるし、ソロ曲も楽しめます。ということで、すいません、話長くなって。で、さあ、いよいよ、高級ギターのおもてなしの世界っていうこの上級映画。これがね、めっちゃ楽しいの。クラシックギターのね、密の世界ですね。ここみんなハマると思います。俺は100万円のギター高いって言ったって、それ手放すときはそれなりに値段がつくから、例えば100万円で買って80万円で手放して、次の100万円のギター買って、差額は20万30万かかるにしても、それで乗り換えられるんですよね。奥さんとか旦那さんを乗り換えることはできなくても、ギターを乗り換えられるんですよ。幸せだと思いませんか？だからさっきの銀貨の話でも言ったように、クラシックエレキでね100万円っていうと、なんかのプレミアがついたジミー・ページが使ったなんとかみたいな、音と関係ない部分で値段がついちゃうことが多いと思うんだけど、クラシックギターはその価格がどうしてもね、いい楽器を選ぼうとすると、そのある程度の価格になっちゃうのはもう前提として、知っておくしかないことですね。で、何の話だっけ？そうで、それ今エレキギターと比較したけど、でもクラシックじゃないですか。例えばバイオリンだとね、いいバイオリンって数百万円もしちゃって、そういうのに比べれば100万円以下で780万でプロが使うのと同じぐらいのいいものを手に入るって、クラシックギターってそこのハードルはクラシックの世界の中では低めですよね。例えば薩摩琵琶とか、琵琶って一本動画作ったんですけど、和楽器ですよ。琵琶は入門楽器が70万ですからね。っていうか入門楽器ってはそもそもないので、誰かが手作りした琵琶を手に入れるしかないんだけど、それはやっぱりね、最低でも60万70万とかしちゃうらしい。そういうのに比べればもうね、上級者でそのぐらいの値段っていうのは全然そんなに特別な話じゃないと思うし、例えば中古車買うんだって100万ぐらいするじゃないですか。10年乗る中古車を100万で買うんだったら、ギターはとりあえず壊さなければ一生もの。うちら92年だからもう30年経ってるラミレスだけど、まだまだ音若々しいですしね。さすがにギターは100年とかになるとだいぶ音がね、難しくなってくるみたいなんですけど、人の人生の1代2代は全然 OK なので、そう考えるとそんなに高くないっていう感じはしますな。ただね、プロが使ったギターっていうのは案外下手っちゃう。本当にギターは板が薄いので、ガンガンと大音量でライブをやるプロの人の使ったギターっていうのはなんかね、10年元気続かないっていう話です。だからジョン・ウィリアムスが使ってたギターとかって結構案外そういう誰々が使ってたギター本物でサイン付きとかって言って売られる時がいい値段で売られる時があるけど、あれは基本的にプロが使い
終わったギターヘタルっていう表現をするんですけどね、新品新しいギターをグーって鳴らして板がこうもうへたっちゃったギター、それはまあそのね好みでそれをそういうまあ一番ウィリマスとも同じような音がするっていう意味で好き好んで選んでもいいんだけど、でも本当のギターはもっと前にボンと音が出る楽しみっていうのがありますのでね、そこはちょっと気をつけてほしいかな。まあでもこうやってこう乗り換えていけるっていうのはね面白いもんですよ。世界いろんなギターがあるんでね、それでみんなそれ何ですかいつの何度かさおとかってね、変な人たちですよねいや音楽やってる人たちの中でもさ、ちょっとクラシックギターって特殊だと思いますよ。人の使ってる楽器の値段とか知りたがるみたいなね、いやらしいじゃないですかでもそこがね張り込んでみると結構密な味、高級なんと高店みたいなね、この喜びっていうかねあるんですよね。まあいいでしょう。まあそれはすいません、改めてその特殊な世界に関しては語るとして、今回はその初級からだんだんグレードアップしていくやり方のおすすめの自分のおすすめの考え方を語らせていただきました。参考になれば幸いです。この先ギターのねドラクエ問題って知ってますあるんですよ。クラシックギターのドラクエ問題とか、今回あえて語らなかった高級品のこのいろんな世界のギターのこととかもおいおい動画に作っていこうと思いますので、よかったらまたお付き合いいただければ幸いでございます。ではチャンネル登録するかどうかはお任せしますので、よかったら実質他の動画も見ていただけると嬉しいところでございます。長々とありがとうございました。実質でした。